こんにちは、アカデミアの富代です。今回はサロンポピュラーベーシック55になります。今日は基礎カットをもとにベールというヘアカットをします。ショートマッシュルームカットの基本をベースにベールをかぶったようなヘアスタイルを作ります。1980年代頃、ビダルサッソンチームが発表したスタイルをヒントに作っていきたいと思います。以前サロンスタイルでも取り入れましたが、ベールの部分が柔らかな感じになり、個性が出て活かし方次第では女性的で素敵なヘアスタイルになりました。基礎カットが元になりますので、決して難しくなく、知ってしまえば簡単です。美容師としての楽しさは、カットの基本を知ることで、イメージやアイデアを膨らませてヘアスタイルを作り出すことです。一見、サロンスタイルでは使えそうにないように感じますが、あなたのアイデア次第では決してそうではありません。あなた次第でいろいろなアレンジができると思います。このチャンネルは世界各国の言語で見ることができます。YouTube の翻訳機能を使いご覧いただけます。では早速動画をご覧ください。今日はベール風マッシュルームカットをします。まるでベールをかぶったようなヘアスタイルです。今でしたらスノボをやるときのキャップから出ているロングヘアをイメージしていただいても良いでしょう。アイデア次第では個性が強調されて今でも使える技術だと思います。まずセンターで分けて前頭部と後頭部を分けます。耳上 4,5 センチ上から中心部は心持ち下がるようにこのようにブロッキングします。まずこのようにバックセンターで分けて第1パネルを取ります。以前に動画で紹介しましたが、V ラインスライスのボブカットがベースになっています。その技術を使いマッシュルームボブをカットします。ベール部分をこのようにヘムラインに沿って残して、このように取ります。スライスラインは V ラインに斜めに取ります。パネルの持ち上げ角度は指1本ぐらい引き上げ、少しサイド方向に引きカットします。できましたら次のパネルを分け取ります。ヘムラインの紙を薄く残し、下をガイドにパネルの角度をあまり引き上げずにカットします。次のセクションも同じようにヘムラインの紙を残してパネルの角度を引き上げずにやや前方方向に引きカットします。同じくヘムラインの紙を残し、角度は頭皮からあまり上げずに少し前方方向に引きカットします。はい、このようにカットします。反対側も第1パネルを取り、ヘムラインの紙を残し、引き上げ角度を同じにして、ここをガイドにします。先ほどカットしたものをガイドに少し前方方向に引きカットします。次のセクションからは同じ要領でカットしていきます。
最後のブロックも同じようにあまりパネルの角度を引き上げずに、やや前方方向に引きカットを進めます。ここでバックの長さを確認します。次のブロッキングをきれいにシェイプして V ラインスライスに取り、同じようにあまりパネルを引き上げずにカットしていきます。頭頂部は目尻の上がったラインの延長線上ぐらいに V ラインスライスに取り、同じようにカットします。頭の丸みに沿ってパネルを引きカットします。反対側も同じようにカットします。頭の丸みに沿ってパネルを引き出し、カットを進めます。はい。では、フロントサイドをカットします。目尻の上がったラインにブロッキングし、フロントサイドは2等分に分け取ります。下の紙を薄く分け取り、フェースラインの紙も分け取ります。そしてバックをガイドに前上がりにカットします。次のセクションもフェースラインの紙を分け取り、バック側と下側の紙をガイドに少し前に引き、前上がりにカットします。はい、このようにカットします。次に反対側をカットします。反対側も目尻の上がったラインでブロッキングします。この半分ぐらいをブロッキングします。フェースラインの紙を薄く残し、下側も紙を分け取ります。バックセクションの紙をガイドに前上がりにカットします。この時に基本でもお話ししていますが、上唇など目安を見つけてカットしておきます。こちら側も同じ目安に向かってカットすることです。そうすることで同じ長さにカットしやすくなります。次のセクションもフェースラインの紙を薄く残して下をガイドに前上がりにカットします。
トップセクションをきれいに溶かしてバックからカットします。トップ部分の紙もバックセンターで分けて、フロントサイド側からカットを進めます。バック中心部に向かってカットをしていきます。反対側も同じ要領でカットを進めます。次は前髪部分をカットします。前髪部分は目尻の上がったラインでブロッキングします。次にこの目頭の幅ぐらいに毛束を分け取り、ここからカットします。このように3等分に取ったら、フェイスラインを薄く髪を分け取ります。そして前髪の長さは少し短めにカットします。センターで分けたらフェイスラインの紙を残し、残ったブロックとカーブを描くようにカットします。反対側も同じようにカットを進めます。前髪のパネルは角度を引き上げグラデーションがつくようにカットします。サイドのフェイスラインの紙を薄く残し、前髪とフロントサイドをつなぎます。はい、このようにつなぎます。上の紙はガイドができましたので、ガイドに沿ってカットします。はい、このような感じになります。そうしましたら反対側も同じようにカットを進めていきます。上の紙はガイドができてますので、ガイドに合わせてカットします。前髪部分ですが、目頭と目頭の幅に分け取り、パネルを引き上げ、もう少し前髪を薄くなだらかにします。
フロントサイド方向の紙も引き上げカットします。反対側ももちろん同じようにカットします。これでアウトラインのカットができました。横から見たところですが、ここのバック中心部はローグラデーションにしてあまりポイントを上げない方がスタイルとしてバランスが良いと思います。これが後ろから見たところです。全体を見てみると、やはりこのもみあげの部分が重たいので、この部分を少し軽くします。このように分けてもみあげ部分の削ぎを行います。当然こちら側も同じように重たい部分に削ぎを入れます。次に前髪、このベールの部分ですが、このままでも良いのですが、カットするとしたら、セミロング風にカットすると良いと思います。ベールの部分ですが、中心部の角度を引き上げカットします。次にフロントサイドへとつなぎます。バックセクションも三つ襟の幅ぐらいを少し短くして前下がりにカットします。はい、ベール部分のカットが仕上がりました。これで乾かしてドライカットをしたいと思います。乾きましたのでドライカットを行います。バックから行いますが、バックのポイント、ここをあまり上げたくないので、そこを注意しながら削ぎを行います。まずバックセンター中間部分からポイントを上げたくないので、ウィービングの要領で中間に削ぎを行い空間を作ります。このように空間を作るように削ぎを行います。襟足部分の厚い部分を薄くなるように削ぎを行います。
次のブロックを削いでいきます。よく見ると紙の厚みが違いますので、そこに削ぎを行います。トップもよく見ながら削ぎを行っていきます。次はフロントサイド部分です。ここの第1パネルは中間から毛先に向かって削ぎを行います。次のセクションは縦スライスに取り、中間から毛先に向かって削ぎを行います。ドライでもこのもみあげの部分を確認しながら削ぎを行います。トップは毛先中心に削ぎを行います。反対サイドも同じように行います。左右対称になるように削ぎによって横の広がりを同じにします。前髪も髪の厚さを見ながら毛先を削ぎます。フロントサイドへと厚みを見ながら毛先に行います。できましたらトップのパネルを取り出し、中間部分にウィービングのように削ぎを行います。ボリュームと毛束感が出るように削ぎを行います。ドライカットが終わりましたので仕上げに入ります。
少し癖がつきましたので、水スプレーをかけてブローをかけ直します。熱と風を頭皮に対して直角に当てるようにして髪をよくゆすりながら乾かしていきます。乾かしながらもベールの揺れ具合を見ながらどのような流れがきれいか観察しながら乾かしていきます。軽く整髪料をつけて仕上げます。立体感と毛ながらを見ながら仕上げていきます。だんだん仕上がってきました。横から見たところ、そして後ろです。反対側です。出来上がりです。はい、仕上がりです。風で流れるようなイメージで仕上げてみました。こちらはスノーボー時に突風に吹かれた瞬間をイメージして仕上げてみました。いろいろな表情を出して素敵です。はい、今回はベール風マッシュボブをカットしてみました。フェイスラインやヘムラインの髪を薄く残すだけで、あとは基本に近いカット方法でなるべく簡単に切れるようにカットしています。長さや組み合わせるスタイルによってアレンジが可能です。今回はベールをフェイスラインやヘムラインに作りましたが、頭頂部やヘアスタイル中間部に作るのもありです。あなたのアイデア次第で多くのクリエイティブなスタイルを作ることができます。この経験もサロンスタイルで生きるでしょう。失敗も経験です。そこからバランスをとって完成させれば良いのです。あなたはどの部分に使いスタイル作りをするのでしょう。とても楽しみです。次回はやはりベールのスタイルを作りたいと思います。それでは皆さん、もしこのチャンネルが良いと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。ご視聴ありがとうございます。さようなら。